こんにちは、ヨギャオ仲間です。今日はですね、大工の基礎を学ぶの、道具学の研ぎ物の基礎、こちらのお話をしたいと思います。この動画の中では、日本の刃物の特徴、あとは包丁を研ぐっていうことと、のみとかカンナを研ぐっていうことの根本的な違い。で、あとは、研ぎ物が上達するための3つのポイントですね。の話をします。で、あと最後に、おすすめの砥石ですね。まずこの辺から買ってもらえれば、間違いないんじゃないかなというところをですね、お話ししたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、では日本の刃物の特徴の方をお話ししたいと思います。で、これがのみとかカンナの刃の構造で、これが、包丁の構造になってます。で、青い部分が鋼で、白い部分が、軟鉄と言われる、鉄ですね、になっています。で、この日本の刃物の特徴はこの鋼と鉄を組み合わせて作ってるっていうところです。というのも鋼というのはすっごい硬いんですけど、その代わり硬すぎて脆い、欠けたり割れたりするっていう特徴があります。その辺の弱点を、お互いに補強しながら刃物が出来上がっていると、いう形になっています。はい。なので、これがもしも全部鋼だったらめちゃくちゃ硬いし研ぐのすごい大変で、あと効果高いっていう話になりますね。で、あとはその包丁を床に落としたら包丁が割れるとか最悪じゃないですか。だからそういうことにならないように、先端だけ鋼にして、あとは柔らかい鉄で包んであげるというようなことをしているというのが、日本の刃物の特徴です。合わせ鋼というところですね。になっています。で、構造の違いとしてはこれのみとかカンナの形になっていて、片方裏は真っ平らです。で、斜めになっているっていう片刃という構造になっています。で、それに対して包丁っていうのは先端がこう V の字になってるんですよね。で、両サイドに鉄がついてます。だから、裏がないんですよ。逆に言うとのみとかカンナは、裏があると。両方しのぎ目みたいなのが包丁ですね。で、この構造が違うことによって、包丁は裏を研ぐっていう裏がないのでそういうことがないんですけれども、出刃包丁とかはあるかもしれないですけど、基本的にはこの普通に使ってる家庭で使ってるような、両刃包丁だと裏っていうものがないんですけども、裏があるっていうところで根本的に研ぎ方とか研ぐプロセスが全く違うんですよ。なので、その辺の裏を研ぐっていうのがどういうことか、片刃の刃物ってどうなってるのかっていう話を、以前作ってる動画があるので、ぜひそちらの方を見ていただきたいと思います。で、その動画がYouTube を始めて多分3本目とか4本目とかに作ったやつなので、めちゃめちゃ緊張してます。もうすごい、もう音も悪いですし、ちょっと見にくいかもしれないんですが、それでもですね、一生懸命説明しているので、ぜひそちらの方を見ていただければ。はい。ということで、まず刃物の、根本的に違うよっていう話の方をさせていただきました。はい。では次に、研ぎ方が上達するための3つのポイントについてお話をします。で、研ぎ方の動画でいくつか上げているんですが、研ぎながらこういう時こうですねとかっていうふうに言ってるので、長く見ないとそのポイントがよくわからない感じになってるなと思って、そのポイントですね、研ぎ物をする上で重要なポイントっていうのを3つだけ切り出して、今回お話をしたいと思います。まず1つは、砥石が平らであること。これが一番大事です。で、これはもうすごいストイックに平らを求めないといけません。例えば新品の砥石を買ってきたらまず何をするかというと、その砥石を平らにすることから始まるんですよ。新品で買ってきたら平らだなっていう感覚だと、ちょっとそれは意識が足りない。新品で買ってきてもこれは平らかどうかわからないから一回平らにするっていうところからスタートしないといけないっていうぐらいすごいシビアに平らを求めています。というのも砥石が絶対中くぼみになるんですよね。こういうふうに極端にくぼんでいるようなもので研いだら刃物も当然こういう丸い刃ができちゃいますよね。丸いもので研げば丸いものが出来上がるんですよ。で、平らなもので研げば当然これも平らなものができる。
基本は平らと平らで鋭利の先端を作るというのが基本なので、常に砥石は平らじゃないといけないということになります。はい、ということでもうこの平面を常にストイックに求めるというのが、上達のポイントだと思います。はい、でもう一つが、斜めに研ぐもしくは斜めもしくは横ですね。横に研ぐということになります。これは学校とか教科書だと砥石に対して平行に研げって書いてあるんですよ。というのも砥石がこうあったらこう研ぎなさいって言ってるんですよね。砥石と平行にこうやって研ぎ物をしなさいって書いてあるんですよ。これすっごい調べたんですよ前。僕職業訓練校に行っていろいろと勉強したんですよ。でその時に学校でもこうやって研げって教わるんですよ。平行に研ぎなさいって教わるんですけど、それで全然うまくいかなくて、こう自主練みたいに朝とか放課後ずっと研ぎ物してたんですよね。そしたら学校の先生が授業中はこうやって平行に研げって言ってるのに放課後自分の道具研いでる時は斜めに研いでたんですよ。あれ斜めに研いでんなと思って先生に聞いたら、その方が研ぎやすいし平らに研げるって言うんですよ。マジかと思って、そこ教えて、もうそういうとこ教えてって思いましたけどね。まあ見て盗めてるのはまあこういうことなのかなというふうに思いました。でだから要は斜めに研げば平らに研ぎやすいからって言ってたんですよ。でもなんか僕の中ではそれって邪道じゃねってちょっと思ったんですよね。だって教科書にはまっすぐ研げって書いてあるから。でそれからすごい調べました。もういろんな本見て研ぎ物をしているところの写真とかだけを切り出してみたりとか、もう YouTube もいろんな人の研いでる映像をめちゃくちゃ見ました。でほぼ皆さん斜めか横です。法隆寺最後の宮大工の西岡棟梁が研いでる映像があったんですよ。でそれ見たらやっぱり斜めで研いでました。であと項目者の阿保さん、もう阿保さんもすごいレジェンドじゃないですか。もうすごいレジェンドの阿保さんも横か斜めで研いでるんですよ。だからもうこの2人が斜めで研いでるんだから、斜めに研ぐのが本当は正解だっていうふうに言ってもいいんじゃないかなということで、斜めに研ぐっていうのが、ポイントになります。はい、というのもこうやって平行に研いでたらここがこういうふうになりやすいんですよ。でもこうやって斜めになれば安定するんですね。なので斜めに研ぐ、より平面にするためにはよりやりやすくより平面にする方法で研ぐのが一番いいので、斜めに研ぐ、もしくは真横で研ぐとですね。こういうふうに真横で研ぐ。そうすればここは、平らになると。より鋭利な刃が作れるということで、2つ目のポイントは斜めが真横で研ぎましょうということです。はい。で最後に3つ目のポイント、3番目は、力を抜くっていうことですね。何が刃を鋭利にしているかというと、砥石が鋭利にしてくれてるんですね。その人間の力でゴリゴリ削って、刃物を作ってるのではなく、その研磨しているのは砥石くんなんですよね。であくまで人はこの砥石と平行に動かしているっていうことをしているだけに過ぎないので、ここに人間の力が不用意に働くと、それは形を変えてしまう、歪めてしまう原因になるんですよ。大体前のめりになって、先端がどんどん丸くなっていく。なので力を抜いて優しく、もう砥石くんに仕事をさせるというイメージで優しくこう平行移動していくというのが、ポイントだと思います。なので、力を抜いて集中して平行移動を続ける。で研ぎ上がったものに対して妥協することなく、こんなもんでいいやじゃなくて妥協せずそれをやり続けなさいというのが研ぎ物の極意ということなのかなというふうに思います。はい、ということでこれが3つのポイントですね。はい、でもちろんこれ僕よりも研ぎ物うまい方なんてめちゃくちゃもう他にもたくさんいるので、ぜひそういう方のものもですね参考にしてください。で僕が思う3つのポイントですね。はい、です。なのでこれが全てじゃなくて、もっと上手な方たくさんいますので、そういう方のものをたくさん見て、上達していただければと思います。はい。で、最後におすすめの砥石の方をお話しさせていただきます。で、
おすすめの砥石、今僕が一番使っててこれいいなと思ってるのは、賢章という砥石です。動画の概要欄の方に書いておきますが、この賢章という砥石、賢章の残の1000番と賢章の正の6000番、この2つと、これも賢章のやつなんですけど、賢章のダイヤモンド砥石で、これは砥石を平らにするための砥石です。ダイヤモンドでこうやってこすって砥石を平らにするための道具です。これ絶対必要です。で、この砥石を買ったらこの砥石を平らにする何かを買わないといけないというのは、これはもうニコイチです。これセットです。で、先ほど3つのポイントで砥石が平らであることが大重要ですってお話をしたんですが、そのためにもこれセットです。これはもうワインで言ったらワインとコルク抜きみたいなもんなんですよ。このワイン買ったのにコルク抜きないとかってどうすんのって話になるじゃないですか。なんかビス刺して抜きますみたいな、それやれなかないけどちょっとそれ切なくねみたいな、折れてしょうがないから指で押し込むとか、もうちょっと切ないなみたいな感じになるので、ぜひですねこれは買ってください。はい、必要です。でこの3つですね。この3つがあれば、大体研ぎ物はできると思います。はい、そのカンナの薄削りにチャレンジするっていうと、これじゃ事足りないですが、飲みとか普段使いのカンナであれば、これで十分だと思います。で他にこれ以外のもので言うと、シャプトンっていうメーカーが出している刃の黒幕シリーズで、それの中の2000番と8000番のこの組み合わせ、それと1000番と5000番っていうこの組み合わせ、これのどちらかプラス、あともちろんこのダイヤモンドの修正用の平らにするためのものですね。これは、アトマの中目がこの賢章が出してるやつがいいかなと思います。ということで、研ぎ物の基礎の方をお話をさせていただきました。でいくつか、研ぎ物の動画アップしているので、そちらの方を詳しくは見ていただきたいというところとですね、あと研ぎ物の基本的な考え方とかっていうのもあるので、そちらの方も合わせて見ていただければと思います。ではありがとうございました。